私は1995年の阪神・淡路大震災のあった1月17日に昔のですね2番目に働いてたMX テレビっていうテレビ局の入社の日がその阪神大震災の日だったんですね。で入社の日だったんだけど、あの地震が起きて、入社式みたいなのはほとんどやらずに、先輩のもうすでに入社してたグループがこう被災地に入っていく様子を見ながら、割とその日だから、なんていうのかな、入社式があっていろいろあったはずなのに何もなくなっちゃったから一日ぼーっとテレビを見てるみたいな感じだったんですよ。でその時に思ったのは、とにかく1日目は報道っていうか、報道陣は一応現象はある程度把握するしてる把握するというか、こう部分的にはこう映像を流すんだけど、全く全容をつかんでないっていうか、結局死者の数とか規模がどれだけなのかって3日ぐらい経たないと全容が分かんない、実際分かんなかったんですよね。あの時ももう亡くなった数がねものすごい多かったですけど、最初は本当になんか十何人とか、もうなんかわけわからないほど小さい数のことを言っていて、100人とか、そういう風なものを見てたので、その大きなメディアであってもその津波の映像はふうに映ってて、明らかにもう最初の感覚として、もうこれは本当に満規模かなって私の中では思ったんですけど、当然マスメディアも全容みたいなところは伝えきれないっていうか、もう情報収集しきれなくて、できっと電源とかも切れたりとかして現地のメディアも被災してそうだったので、そういう意味ではなんていうのかな、全容が分かるのはそんなにすぐじゃないだろうなっていう感じをまず最初には感じたっていうのと、最初はそうですね、初日はもうそんな感じです。3月4月に結局すごい被害があって、でもちろん今回の震災の被害の沿岸部の根こそぎやられてしまうって津波っていうのはやっぱりものすごい衝撃もあって、それはそれでやっぱり3月4月はそこのところでダメージがあって、と同時にやっぱり福島の原発の事故のこともあって、その情報がここまで十分に一般に伝わらないっていうか、そういった、ほぼ戦時中みたいな感覚っていうのを多分強く実感してしまったために、なんか私の中だから今は戦時中っていう感じがものすごい全身にあってですね、もう戦時中だからみたいなそういう感じなんですよ。だから私はもう完全に戦時中なのででも他の人はなんかちょっと元気そうな感じなんですけど、なんか喪失っていうよりは、なんか私はもうなんか戦時中に入ってしまったみたいな感じで、いつになったら戦後になるんだろうみたいな、そういう感じなんですよね。なんか戦時中のことを本当の第二次世界大戦とか太平洋戦争中のこととかを想像してみて、多分やっぱり一般の普通の人たち、私もそうなんですけど、8日の時代を考えても、戦争が始まって本当にこれはまずいことが起きたぞって分かったのはいつなんだろうって考えてみると、なんかやっぱり東京大空襲とか本当に空襲が来てからなんですよね、多分。貧しい、我慢はする、欲しがりません勝つまではって言ってるけど、本当に大変なことになってる、もうダメだっていう、なんかどうにかしないともうダメなんだっていう、本当の危機感って多分空襲とか来て初めて分かって、多分沖縄のこととかも知らないし、硫黄島とかサイパンのことも知らないわけだから、情報がよく分かんない、なんか転進とか言われて、なんか負けてること知らないっていう状態のまま、気づいたらわーって上から空襲が来ました。で空襲来てから3月4月5月6月7月8月と6ヶ月で結局全てが焼き尽くされて分かりましたっていうのが戦争なん
日本の戦争体験だと思うんですけど、なんかね今そういう感じがしていていつになったら分かるんだろうっていうか、いつか多分なんかすごい大変な状況っていうことが分かる時には遅しみたいな、なんかちょっと似たような感じを持っていて、困ったなっていう、なんかその状況になる前になんとかしなきゃなっていう感じもあって、そういうのもあってなんかちょっとこうぐじゅぐじゅしてるっていうか、そういう世界ですかね。